どうも、天才です。今回の動画では、逆ポーク理論についてお話しします。逆ポークの前に、オーバーウォッチにおけるポークについての説明が必要ですね。当然豚のことではありません。ポークという単語は、つつくという意味です。オーバーウォッチにおいては、射程のあるキャラが、一方的に攻撃ができる陣形、作戦のことを指します。各キャラごとのスキル、武器に応じた適切な交戦距離を保つことにより、有利に戦えるようになるという、後衛キャラの得意とする作戦です。逃げ回るスナイパーキャラをイメージできると分かりやすいかもしれませんね。今回の動画では、この理論を裏取りに適用させます。通常のポーク構成の陣形はこうなりがちです。近づかれたキャラは一度下がり、別角度から、また攻撃を再開します。コツは、誰もいない場所に入って攻撃、敵にバレたら撤退してポジションチェンジを繰り返すことです。それでは、この考え方を裏取りに適用させましょう。通常、裏取りは何らかのコンセプトを持って行うことになります。味方の交戦に、敵の背後から関与し挟み込むこと、攻撃、回復に専念している敵の妨害、スキルを使い切って孤立した敵を暗殺。などがあります。ただ、裏取りはそもそもの難易度が高いんですよね。味方がほとんどいない場所で、敵のそばを動き回るのは、大きなリスクがあります。交戦時間が長いと、すぐに囲まれること、普通に戦うと、絶対に人数差で負けること。この2つの要素が、主に難しい原因となっています。逆ポーク理論では、この空間に注目します。通常のポーク構成は、このエリアを動き回って勝ち筋を探します。通せる車線の角度を複数試して囲い込みを成立させることが勝ち筋です。逆ポーク理論では、このポークの思考を逆側の動きに適用します。誰もいないこの広いエリアを利用して、裏取りをします。ポークの考えは、適切な交戦距離を保つこと、誰もいない場所に入って攻撃、敵にバレたら撤退してポジションチェンジを繰り返すことです。つまり、逆ポーク理論とは、裏取りをする際に、この3つのポークの工程を踏むことです。それでは実際にやってみせましょう。まずは、誰もいないポジションに入って裏取りを開始します。一度の交戦に使う時間が長くなるほど、死のリスクが大きくなっていくので、短くて済むことから始めます。同じ敵に、長い時間構わないことが口ですで、いろいろな角度から車線を通します。これで、相手が進行するというプレーにかけられるリソースを削って、裏取り対策に割いてくれるようになります。味方からの回復はとても楽なので、落ちている分を拾って生き残るしかありませんね。チクチク。相手の回復役が1人切れました。こいつを引っ張り回しましょう。敵のスナイパー2人が仕事に専念できないように防火しに近いですね。この位置をキープできていると、味方とうまく挟みそうですね。誰もいないエリアに低いし、車線を通すことがし、長くは打ち合わない。あ、まずい。こうやって勝負を挑まれた時、他にも追手がいる可能性が高いため、逃げに徹します。私が敵を引っ張っているうちに、味方の戦線が大きく上がる心理が整いました。混戦が予想されますが、そこに仲居はしません。常に誰もいないエリアを使うことを優先して動きます。この動き、周りが良く見えることも気温の一つですね。今敵が何をやっているのかが想像つけば、隙を晒しているキャラの位置や、引っ張って価値のある敵の位置の見通しがつくようになります。浮いた駒はどこか、交戦から離脱直後のスキルを使い切ったキャラはどこか。この辺りが予想つきやすくなると、試合を自分でコントロールできるようになります。背後を警戒せざるを得ないという状況は、たとえ硬直状態でも価値があるので、自分でキルが取れなくても生きてさえいれば、相手に強力な緊張感を与えられます。戦ってさえいればエレバも止まるので、焦ってキルを取りに行かずに、逆ポークに専念することが勝機を作ります。キルを狙わないこと。長い間同じ敵と戦わないこと。逆ポークに専念すること。これを徹底できれば、だいぶ楽にゲームがプレイできるはずです。周りを見て、先のことを考える余裕は、落ち着いた、今、がないと作れないため。敵に囲まれていても落ち着いていられるよう、まずはこの理論に慣れるところから始めると、すぐにでもうまくいくようになると思います。真の力を解放せよ。隠れても無駄よ。どこに隠れても無駄らしいので、動きますか。目標取られそう。敵を発見。あ、もっと早く動き出していれば救えたかもしれない。先にスキル使った方が負けます。まだスキルを温存できている私の方が理論上有利。危なかった。これは生き残るための戦い。逃げる戦い。プロは今みたいなシチュエーションになってもパフォーマンスが安定している印象があります。その強ささえ私にあれば、こんなこといちいち考えなくても勝てるのに。裏取り中はポイントをチラチラ踏んでルール関与する姿勢を敵に見せることが結構な有効手段になります。
自分チームが負けている時ほど誰もいないエリアが増えるため、ずっと自分の裏取りフレイングを相手に押し通せることははっきりと強みだと言えるでしょう。またポイントを踏み入れにしに行きますか。これはラッキーキル。普段から当てにはできない。普段から今みたいなキャラを殺すまで追いかけていると裏取りルートが簡単に潰されてしまうので、すぐに戦いは引き分けましょう。外して。なんか倒せたみたいだからオープン。動画後半に差し掛かってきます。一度前半の内容をおさらいしましょう。裏取りの目的は味方の交戦に敵の背後から関与し挟み込むこと。攻撃回復に専念している敵の妨害。スキルを使い切って孤立した敵を暗殺の3つ。逆ポーク理論の内容は適切な交戦距離を保つこと、誰もいない場所に入って攻撃すること、敵にバレたら撤退してポジションチェンジを繰り返すことの3つ。目的達成のためにやることを立ち回りとして確立しておくという理解でいれば完璧です。戦ったらすぐにポジションチェンジ。交戦距離は一定をキープ。逃げる先は誰もいないところ。交戦距離は一定をキープ。ヒール要員かスナイパーを中心にちょっかいをかけたい。逃げる先は誰もいないところ。ヒール要員かスナイパーを中心にちょっかいをかけたい。逃げる先は誰もいないところ。この理論一つで裏取りの動きが強く安定するようになります。皆さんもぜひ使いこなしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。